ジャスト1分でゲットバッカーズ奪還屋の魅力を伝えたいと思います。あ、はい、わかりました。体感ね。はい。漫画760。忙しい社会人2人がいろんな漫画の魅力をワイワイ語る漫画760。お送りするのは佐島と庭です。本日は漫画ゲットバッカーズ奪還屋の話をしたいなと思っております。懐かしい感じしますね。いやそうめっちゃ懐かしくてこれほうこれ懐かしすぎてオチ知らん人とか多分いるんじゃないかなと思うんですよ。なんかぼんやり設定は知っててどういう話なんかは知ってるんやけど最終的にどうなるんか知らん人結構いるんじゃないかなと。まあ僕も実際読んだことはなくて、なんとなく当時小学校か中学校ぐらいに作品やってて、なんか紫色のめちゃくちゃちっちゃいサングラスかけた人と、バンちゃんね。となんか電気を発することができる金髪のお兄さん、そう天野銀次ね。の2人が出てるぐらいしかごめんなさいわからない。いやそう多分ねそういう人多いんじゃないかなと思うし、かくいう僕もそうやったんですよ。20年ぐらい前2003年とかにアニメをやってて、でそれの序盤しかぼんやり知らないみたいな状態で今回漫画版をね39巻まであるのを読んできて、はいこういう話やったんみたいな結構あったんで、そんな驚きのある作品だったんですか？そうやったんで、ちょっとそこをねなんかいやこれぜひなんかどうなるか知らない人にはぜひ読んでもらいたいなと思ってちょっと持ってきましたと。であらすじ一応庭さんもぼんやりしか知らないってことだったんで、ぼんやりっていうか登場する人しか知らないキャラしか知らないみたいな状態ね。そうですね、はい。そうあらすじお伝えすると、これ犯罪が絶えないですね裏新宿っていう、地区がありますと。はい。そこには違法増築を繰り返してすごいでかくなりすぎたせいで、地図からも消された無限城って呼ばれる摩天楼っていうんかな、ビル群っていうんかな何か鬼滅の刃を先駆けてるような存在。先やねこっちが先ですよね。そうですよね。無限城編こっちですね先は無限城編じゃないと思うけど、はい。いや無限城編もあるから。あるんや。あるから。あ、そうか、タイムリーや。モデルは多分空論城塞で香港にあった違法建築のところね、がモデルになってるとは思うんですけど、なんかそこを中心とした、裏新宿っていう地区があって、結構多くの人が喪失感を抱えて生きてるみたいな。やっぱ犯罪とかが多いからで貧富の差というか、結構多くの人が割と食うのも困ってたり仕事に困ってるみたいな状態、でなんか結構喪失感を抱えて生きてる人も多いっていう中で、奪還屋っていう職業というか、仕事をやってる、さっき言ってた御堂番ね、グラサンかけてツンツン頭の御堂番っていうのと、あとその電気を出せる金髪の男、天野銀次のこの2人がこう大切なものを取り返したいっていう、誰かの依頼をこなすっていうのでこう生計を立ててて、そこにこう怪しい依頼とかなんかこう曰く付きの依頼みたいな裏がある依頼みたいなのがこう次々と舞い込んでくるっていう話ですね。ざっくり言うと正義の強盗みたいなことでいいんですかね。そうね、取り返し屋みたいな感じね。取られたら取り返せがモットーみたいななんか聞いたことあるなんていうか、感じやな。いやそれ多分昔見たからやろなそれは20年前やから。いやなんかやられたらやり返すみたいなことなんやなと思って。こっちの方が先ちゃう？どっちなんやろ分からんけど多分先ちゃうかな。先なんかな。そういう感じの世界観でございますと。で僕もねその当時10歳とかの時にやってたアニメの序盤ぐらいしか見てへんくて、なんかそのサングラスかけた、邪眼っていうなんか、1分間だけ幻覚を見せれるみたいな能力を持ったバンちゃんと、あと電気すげえこう体から発せれる銀次の、話ぐらいの印象しかなかったんですよ。でもKindle で多分ね全巻11円ずつ1巻あたり11円ね。1巻あたり11円で売ってたタイミングがあって、多分全部買っても500円いかないぐらいのタイミングがあって、うわ懐かしいと思って全巻買って、コロナになったタイミングでずっと布団の中で読んでたんですけどいい休み方ですよね。漫画全部読んだらめちゃくちゃ印象変わって、
20年前の印象が。なんとなく思ってた作品のテイストじゃなかったんだ。まあもちろんそういう出だしではあるんですけど、どんどんそうなんみたいなのがこう出てきて、結構こう20数年越しに物語のこう帰結みたいなのを知れて、すごいいい体験やったんで。好きやな。なんか佐島さんそういうの何年越しのみたいな好きやな。いや、なんかね、多分途中で終わってるやついっぱいあるんですよ。だから当時連載中やったとかね、もあって、こう完結までいけなかったみたいなのがあるんで、皆さんもこの雰囲気味わってほしいなと思っております。はい。で、喋りたいポイントの一つ目なんですけど、やっぱ変わってないなっていうところもあって、昔からね、その印象が。それがやっぱ粋な展開みたいなところは、やっぱ全然印象変わってへんなと。まあ、ちょっと僕もぼんやりとしか覚えてないけど、粋な兄ちゃん2人みたいな雰囲気やったイメージは。そうやね。なんかアニメとか漫画とかも、序盤だけでも触れてる人は、多分この印象強いと思うんですよね。僕もそうやったし。なんかこう、依頼とかが大体、なんちゃらを誰々から取り返してほしいみたいな依頼なんですけど、大体取り戻すものとか、まあ人の場合もあるんですけど、指定されてるんですよ。これを取り返してほしい。でも、往々にして、こう、依頼主が本当に求めてるのって、依頼したものそのものじゃないことがあったりするんですよね。実は別のことが欲しい。みたいなこともあったりするんですけど。まあ困りますね、クライアントとしては。まあそうね、社会人としては困るんやけど、でもやっぱ丹羽さん営業見習いやったから多分知ってると思うんですけど。やっぱそこを引き出すのが、こういうね、客商売の。こうなんかポイントだったりするわけじゃないですか。まあ真のニーズをね、聞き取るというか。そう。なんかシャベル欲しいですって言ってる人が本当にシャベル欲しいんかって言うとそうじゃなくて、穴を掘りたいんですみたいな。あるじゃないですか。なんか営業でよく聞くやつ。有名な本あったりしますね。バンとか銀次とかは、まあ銀次はあんま考えないんですけど、バンはすごいそこら辺まで頭がめちゃくちゃ回る人なんで、結構こう、これ欲しいって言ってたし、実際じゃあそれを取り戻しに行こうとするんですけど、徐々にこう背景とか、こういうことなんかなみたいなのがこう組み上がっていって、パズルのピースみたいな感じで。で、最終的に、これ多分、こういうことを依頼主はもう望んでるんやなみたいなところまで、ちゃんとすごい考えて、最終的に物を取り返せないことが多いんですよ。なんか仕事としては失敗に終わることもあるんだ。当初の依頼は、100% 完遂はできないんだけど、でも本当のに欲しかったものはこう取り返してきましたよみたいな展開が結構多いんですけどちょっと一休さんみたいな感じするけどな。まあでもね、それが別に変なオチとかじゃなくて、ちゃんとこうなんか人間ドラマとして粋なね、こうやっぱ最終的にバンちゃんがジャガンっていう1分間だけ幻覚を見せられるっていう能力があるんですけど、なかなかちょっと限定的な能力ですよね。まあどっか侵入するときに見張りの人に使ったりとか、まあよくするんですけど、結構こう依頼主にもあなた見たかったのってこういう光景ですよねみたいな。なんか物を取り返してほしいって言ってたけど、そうじゃなくてこういう体験をしたかったんですよね。こういう気持ちになりたかったんですよね。こういうことを思い出したかったんですよねみたいなのをちゃんとこう組み上げて、バンちゃんがそれを見せてあげるみたいな。なんかちょっと言える範囲のやつってあったりします？言える範囲で言うと、僕好きなやつで言うとね、まあなんか昔の恋人が刑務所の中にいるから、脱獄させてほしいみたいな、会わしてほしいみたいな時があるんですけど、その女性のマフィアのボスからね依頼があって、その男性のまあどっちも結構年いってるんですけど、そういう人から依頼があって、でもなんか取り返してほしいって言ってるけど、なんかもう、なんていうんですか、男の人の方には家庭がすでにあって、子供とかもおって、もう新しい人生を歩み始めてたりするんですよね。で、その女の人は、男の人取り返してきてほしいって言ってたけど、心の奥底では、それはもう知ってて、もう戻ってこないっていうことは知ってて、でも自分にもう余命がないから、あんまり行くばっかもないから、なんか最後にけじめをつけるためにちゃんと会いたかったり、もう戻ってこないもんやっていうのをはっきりさせるために連れてきてほしかったみたいな、っていうのがあって、そこで
走馬灯を見せてあげるみたいな。もしその人が離れてなかったらこういうことがあったかもしれないみたいな。見せてあげるんやけど、でもそれを見たことでより、自分は望んでたのはこうやったけど、でもこれはもう手に入らないことだから、でもこれを見せてくれてありがとうみたいな。でもけじめをつける、もうこれで気持ちよく死ねるみたいな。結構ネタバレやけどね。一個の話ネタバレしたけど、そんなこともあったりする。まあ結構長いですからね、漫画自体は。みたいな話があったりとか。っていうので、こう実際に人とか物とかものとしてはこれへんねんけど、みたいな。邪眼でなんとか解決みたいなのは結構多いんですけど、それが粋なんですよね、割と。なるほどね。人間ドラマとして。で結構このバンちゃんの決め台詞で、1分しか幻覚見せられへんから、ジャスト1分だっつって。それか、一番最初に言ってたやつ。そう、ジャスト1分だ。いい夢見れたかよって言うんですけど。全然オープニング意味分かってなかったから。でもなんかそれね、僕、昔もやっぱジャスト1分だ、いい夢見れたかよっていうセリフってめちゃくちゃ印象に残ってるし、ずっと好きやったんやけど、やっぱ改めて見てもすげえ痺れる、ここは。ちょっと粋なセリフじゃないけどね。そう。で、この夢って言ってるのが、ほんまになんつうの、夢っていう漢字に当てられてることもあれば、悪夢っていう漢字に振り仮名で夢って当てられてることもあるんですよね。だからなんかすげえ悪いやつにはめちゃくちゃやばい夢を見せたりとかするんですよ。まあ現実じゃないけどそういうことよね。そう。みたいなこう表記がされたりとかして、なんかそういうのもすげえ粋やなって思うし、かっこいいなって未だに思うし、やっぱり。佐島さん粋好きやからな。いや大好き。粋でもうそれがなんかこう栄養分になってる。粋でいこうってことね。バンちゃんの話ばっかりしてちょっと申し訳ないんですけど、一応ちゃんとね銀次あんま考えてないって言ってたけど、銀次もやっぱなんかすげえパワーがあったりとか、能力的にすごい強かったりとか、あと心の底がすげえピュアやったりとかもするんで、なんかそういう純粋キャラのイメージはありました。そうなんかそこで結構このコンビのバランスが取れてるみたいな感じで、やっぱこう銀次やからこそその依頼主のなんていうかほんまに求めてることにこう訴えかけられるみたいなところもあったりするんで、なんかそこのコンビの感じとか、最終的にこの人は何を思ってたんやろうみたいなところが分かっていく感じとか、すげえ人間ドラマとしてめっちゃ面白いっていうのが一ついいポイントやなと。でよ、もうここまでは多分皆さん知ってますよっていう人も多いと思うんですけど、こっから僕がなんかね、多分アニメをすげえ中途半端なところでやめちゃったから、マジでみたいになったところがあって、それがですね、超 SF 設定っていうのがあって。SF 設定って言ってるけど、そもそもさ、その、邪眼の能力とか、その、銀次の電気の能力とかは、なんて言うんだろう、ファンタジーバトル漫画なんだと僕は認識してるんですけど。そうね。ファンタジー要素も結構いっぱいあると思います、それは。それはそうなんですね。その獣使いがおったりとかね。獣使い、そんなやつおんの？獣と喋れるみたいなやつがいたり、虫と喋れるみたいなのもいたり、結構ファンタジーなのは多い、確かに。なんすけど、ちゃんとサイエンス部分もあるんですよ、めっちゃ。いや別に SF ってサイエンスファンタジーじゃなくてサイエンスフィクションでしょ。でもサイエンスファンタジーやね、これは。そうですか。なんかとこもあって、さっき言ってた無限城っていう場所が、一応そのなんていうの、世界観でもよく語られるところではあるから、ある意味この世界の中心みたいな感じではあるんですけど、こう物語の中盤とか終盤とかにかけて結構この無限城自体の話みたいなのが結構出てくるんですよね。無限城自体の話。なんかね、この世界においてはめちゃくちゃ実は重要な存在で、なんかその経済的な中心とかそういう意味じゃなくて、ややネタバレになるんですけど、この物語の中盤でどうやら無限城の上の階に住んでる人たちによって、その下の世界のあり方みたいなとか運命とかが決められてるらしいみたいな話が出てくるんですよ。何？天井人じゃないけど。そう。で、そこの天井人みたいな人たちが、管理してるアーカイバっていう、全ての歴史が載ってるみたいな、書物みたいなのに記載されてる通りに、下の人たちの運命は全て動いていくみたいな。
言ってるらしいみたいな話が出てくるんですよね。はい。神様的なやつがおるかもしれんと。そう。とか、あとなんかそもそも無限城の中に、めちゃくちゃこう、超高度な仮想空間。VR って言うんかな。なんか VR っていうか、その部屋自体、例えばなんか崖を投影するとか、ほんまは四角いただの部屋なんですけど、壁面とか、天井床になんか別の空間というかこう景色を投影することでほんまにその場にいる気になるみたいな。でこれちょっと説明がちゃんとあるんですけど、目の前に例えばリンゴが置いてあってそれをリンゴだって認識するときって、本当にリンゴがあるかどうかは関係なくて、単に脳にリンゴがあるっていう視覚情報が届いてるだけ、やから本当にリンゴが目の前にあってそれを見ていなくても、その目から脳へのこの信号のやり取りの間に割って入って、リンゴあるよって言えば、目の前にリンゴがあると脳は思うみたいな。理屈上はなんか言ってることはわかりますよ。そう。ここら辺なんか SF やなって感じなんですけど。なんかそういう話が出てきたりとか。で、実際先なんか崖が投影されるみたいな言ってたけど、その脳があるって認識してしまうぐらいのその仮想空間を作れるんですよね。めちゃくちゃリアルっていうことなんね。そう。だから崖が投影されてて、崖から例えば落ちて死んだって脳が思ったらマジで死ぬみたいな。フィードバックされるじゃないけど。そう。っていうぐらい高度な技術がなぜかここではあったりとか、他にもなんかね、無重力状態でなんか合成した金属がどうのこうのみたいな。なんかよくわからない物体出てきたりとかするんですけど、なんかやたら発展してるんですよ、とにかく。この無限城の中って。なるほどね。この無限城の設定みたいなのが、なんでそういう風になってんのかとか、そもそも無限城って何なんかとか、あとなんかこう、バンちゃんとか銀次が、じゃあそこにどう関係無限城のそういうあり方に対して2人がどういう関係があるのかとか、2人にはじゃあどういう運命が課せられてんのかみたいな話にどんどんなってくんですよね、途中から。そうか、その定められた運命に沿ってみんな動いてるから、主人公の2人もその定められた運命があるんちゃうかってことね。定められた運命があるんちゃうかやし、なんか上から観察者っていうそのほんまに定め通りになってるかどうかを見に来る人みたいなのもおったりして、もうずっと匂わせてくんだよ途中。ずっと匂わせてくるんや。めちゃくちゃ気になるねこれ、ほんまに。びっくりした。なんかね、最初の方さっき言ってたみたいなこう 1話っていうか1案件完結型の人間ドラマみたいなのが多かったんですね。これを取り戻してください、はい取り戻してきました、粋な展開みたいな、が何個か続くんですけど、途中でこういうなんか超 SF 設定みたいなのがバコーンってぶち込まれてきてそれ全然知らんかったから、そこまで僕見れてなかったから、なんかこういう話なんてすげえなって、ここはクーロンジェネリックロマンスばりのそういう世界の話なんみたいな。ちょっとね、クーロンジェネリックロマンスも僕アニメ見てるんですけど、まだあんまりなんかどういう世界なんてなってる、謎が溢れてる。でもなんかそれって言うとめっちゃなんか謎が溢れる感じになってくるんですよ、中盤から。でもマジでページめくる手止まらへんかったよねこれ。どうなんのみたいな。展開が大きく変わるわけやね。そう。でそもそももともとその謎があることも知らんかったから僕は。そのいい人間ドラマなんだなぐらいに思ってたから、なんか20年前に見た世界の裏側ってこんなんなってたみたいな。やし、なんかね、結構むずい話出てくるんですよ。さっき言ってたみたいな脳の信号がどうのこうのみたいなのとか。SF としてね。そう。これ10歳の時に理解できてたかなみたいな。雰囲気ぐらいかもしれんね。そう。だからなんか今読めて逆に良かったなってすげえ思ったこれは。今やったら理解できると。そう。でなんか最後のポイントっていうか、なんかこれすげえいいなと思ったんですけど、なんかさっきちょっと今読めてよかったなって話したんですけど、なんか多分10歳の時やったらまだ気づけなかったな、やろうなっていうポイントが、絆とか愛の力みたいな。絆、愛の力、そうか、10歳ね。そうなんですよ。なんかね、序盤は
まあさっき言ってたみたいに人間ドラマっぽいとこあるんで、結構やっぱ絆の話とか愛の話とか出てくるから、うんうん。そうなんか、まあ人間ドラマとしてそういうのすげえ理解できるし、いいなとは思ってたんですけど、中盤の SF 設定みたいなところがちょっと分かってき始めてからは、割とこう、ちょっと長めの話が多くなってくるんですよね。まあ壮大なストーリーに向けて話が進んでいくわけだ。そう。何巻か、こう、またいで話をやったりとか、こう新しい設定がバンバン出てきたりとか、っていうのが多くなってくるんですけど、まあさっきの SF 設定もそうやし、だからキリスト教をモチーフにした話、なんかその誰がユダだみたいな、裏切り者だみたいな話が出てきたりとか、あと、なんかそのナチの話、なんか戦争末期にやばい研究してたやつが残ってるみたいな話とか。ちょっと待って、なんか、多ない要素。結構いろいろね、そのいろんなものを奪還するから、結構その背景に、なんかこれはこういうなんか背景があって作られたもので、みたいな。なるほどね。話があったりとかね。っていう、こういろんな設定が出てくるから、多分それでも結構僕困惑したやろうなと思うし、10歳の時とかやと。まあちょっと難しいわね、そんな10歳の時にナチがとか言われてもね。まあ今でこそね、なんか映画見たりとかして、キリスト教ってこういうモチーフあんねんなとか、なんかナチってこういう風に描かれること多いんやなとか、いろいろわかるから、なるほどなるほどって感じだったんですけど、なんかそこすごい今読めてよかったなってとこやし、はい。なんかそんだけすげえいろんな設定ごちゃ混ぜになったりとかしてる中で、でも結局最終的には絆とか愛とか、なんか絆愛って言うとなんかあれやな、ちょっと違う人に思われるけどそうやね。そうやね。絆とか愛とかね。はい。がなんかこう人が誰かに対して抱く気持ちみたいなののこう強さみたいなのが結構物語を動かす鍵になってたりとかして、なんかこれはすごいシンプルにええなっていう。まああれよね、さっきも言ってたけど、そのなんか物の奪還の話だけじゃなくて、その心とかを取り戻すみたいなそうニュアンスもあるっちゅうことだよね。そう。あとまあさっきなんか運命定められてんじゃないかみたいな話とか、なんかこうみんなの運命を取り戻す戦いになったりとかしてくるわけですよ。でかいな、奪還するもんが。でかい。マジでどんどん話でかくなる。そうか。そうやね。だからね、なんかここがまあなんかその設定がなんかどんどん複雑になっていくんですけど、結構その序盤からある、まあ最終的には気持ち大事やんねみたいな、絆とか愛とか大事やんねみたいな、こう序盤僕が感じてた10歳の時に感じてたような要素みたいなのはすげえ忘れずに最後まで走り切ってくれるんで、設定がすごい込み入ってくるからこそ、最終的なこう回答みたいなのがシンプルなとこにあるっていうのがなんか僕すごいなんか涙出ちゃうところ結構多くて。そんなとこあるんや。ちょっとイメージになかったわ、それは。いや、そう。なんか結構やっぱね、はっきり言うんすよ。昔の作品やからってのもあるんかもしれないですけど、絆だろとか、愛だろとか、魂だろみたいな、そう、俺たち相棒じゃねえかみたいな。ゲットバッカーズの S は2人でって意味なんだよみたいなとかね。結構熱い、その漫画やからこそできるこのなんか臭いセリフっていうか決めセリフみたいな。なるほどね。そう。ドラマやともしかしたら不自然に映るかもしらんけど。まあ実写の人が言うとちょっとみたいなね。そう。みたいなのが結構詰まってて、なんかうわーめっちゃ漫画読んでるって感じになる。熱いっていうね。そうなんや。ちょっとイメージと違うところもあるな。そうなんですよね。結構なんかなんていうのな、ドロドロした話も多いから、なんかちょっと大人向け、まあもちろん大人向けな描写もいっぱいあるんやけど、でもなんかすげえその軸みたいなところは結構まあいわゆる少年漫画っぽいっていうか。マガジンで連載してたんやっけ。マガジン。はい。なんかそこがね、すごい僕は涙出るところやって素敵やなと思いながら。20年越しに見たし、読んだし、今読めてよかったなっていうのがストレートにあって。なんかこう愛とか絆って別に大したことなくねって思ってた時期もやっぱあったから。ちょっと待って、そんな時期あった？まあ最近じゃないよ別に。なんか高校とかね、大学とかの時に、ちょっと尖ってた時期だ。そう物語の帰結として、例えばなんか愛が結局大事ですみたいな
言われてもなんか、いや、そう知ってるよみたいな。誰でも言えるやん、そんなことみたいな。もっと尖ったこと聞かせてくれよって思ってた時期もあったんですよね、当時は。ちょっと車に構えてますな。車に構えてたんですよ。でも今やったらこうね、いろんな人のこう、優しさとかに触れて育ってきた今、20代がやっぱ変わったなと思いましたよ、僕は。佐島さんの人生振り返りみたいになったけど最後。いやだってそれ10歳の頃から付き合いあるからな、ゲットバッカーズとは。いやだいぶ付き合い途切れてたんでしょ。ずっと付き合いがあるような言い方になったけど。疎遠になってるけど、でもやっぱりね、なんか親友ってさ、こう、久しぶりに会っても昔会った時と同じテンションに喋れるみたいなのあるじゃないですか。はいはいはい。そんな感じ、ゲットバッカーズ。じゃあ今日の結論はゲットバッカーズは親友っていうことでいいかな。そう俺たちの絆があったっていうことをはい感じられましたね。めっちゃ臭くなって終わるんですね。しかもなんか別に涙する臭さじゃなかったしな。そう今のでゲットバッカーズの評判やや下げたかもってちょっと思ってしまった僕がそういうことをしたせいで。おじさんの振り返りによって。いやでもね、ほんまね、なんかこれ多分序盤の方しか知らんみたいな人も、まあ中にはおるんちゃうかなと思うから、今ちょっと39巻までって割と長めやと思うんですけど。そうっすね。でもなんかほんまね、僕まあコロナで時間あったからっていうのもあるかもしれへんけど、はいはい。どんどん続き気になるみたいな感じやったし、まあやっぱコロナで寝込んでる時やからっていうのはあったんかな。なんかその絆とか愛とかが刺さったの。いや弱ってるからってこと？弱ってたし、もう妻がすごい看病してくれたんですよ。その料理作ってくれたりとかね。ありがたいですね。そうそうそう。同じ部屋にはおられへんから、僕余ってる部屋に入ってまあ、セルフ隔離みたいなしてたんですけど、その料理持ってきてくれたりとかさ、いろいろなんかアクエリアスとかああいうの買ってきてくれたりとか、そういろいろしてくれたのもあったかも。そういうもう愛をマジで感じてた時に読んだからっていうのもあるかも。じゃあどうしたらいい？愛を感じながら読んだ方がより楽しいってこと？これは愛を欲してる人読んだらいいと思う多分。じゃあ車に構えてる人はやめた方がいいかも。そういうことね。はいはいはい。まだなんかかつての僕みたいに愛とか絆とかって思ってる人はまだ早いっていうか、今はフェーズじゃないかも。早い遅いじゃないと思うけどね。多分その人生のフェーズがいろいろあると思うから。そのタイミングじゃないってことね。そうまだ今じゃないって感じやけど。なんかその車に構えてないフェーズの人たちはちょっと読んでほしいですね、これ。そのフェーズの見極めむずい気がするけど、まあ、自分で見極めるの確かにむずいかもしれないですけど、ちょっと見極めて読んでください。はい、わかりました。庭さんはどっちフェーズなんですか今？いや僕あんまりその愛とか絆に対して車に構えたことがないような気がするけどな。偉いね。いやどうやろ、でも高校生ぐらいはあったかな、あったんかな。まあ振られた後とかね。振られた後多分特にそうだと思うんですけど、波あるじゃないですか、そういうのって。まあもちろんね。付き合ってる時はすごい楽しいかもしれないけど、なんか急に振られたとかでさ、なんかなんなんみたいな。この世に不変の愛なんてねえよとか思ったりするかもしれないけど。そんなことは思ったことないけど、まあはい。そうかな。そういう時期じゃない人。そうサイクルあると思うから、そういうサイクルじゃない人はこれいいと思う。すごい。さっきから難しいね、条件立てが。むずいな。もう読んでくれ。もうそうしよう。もう読んでもらおう。もう一旦ね。はい。一旦読んでもらおう。それはそうしよう。ジャスト1分かな。どこがやねん。どこがジャスト1分やねん。どういう感覚やねん。最後にこれあれなんですよ、なんかアニメの方はちょっと途中からなんていうんですかね、そのオリジナルの話みたいななるらしくて、連載期間の都合上、まあ結構昔の作品って多いですよね。そうだから多分アニメの方のオチ、その最終的にどういうことが分かってどういう風にな帰結になるのかっていうのと、漫画の方のオチが違うらしいんですけど、結構だから僕はちょっと漫画の方を読んで、うわこんなんやったんやみたいな感じやったんで、僕のこの感情のジェットコースターと同じやつ乗りたいなと思ってる人は漫画版を読むと多分良いと思います。そうか、違うからね。そう結構マジで世界の設定ちょっと違ったりするっぽいんですよ。アニメ版と漫画版で大きく違うやね。そうらしいんで、それはそれでアニメ版見たいなとも思うけど、
漫画版の方をぜひ読んでみてください。はい。漫画760。エンディングです。漫画760ではエピソードの感想はコメントで、番組へのメッセージはお便りで募集しております。お便りは公式サイトから送れるので番組概要欄をご確認ください。お便り採用者には抽選で漫画760ステッカーとしおりをプレゼントしています。漫画760は毎週水曜18時頃に更新しています。ぜひ番組のフォロー、高評価、通知設定のオンを忘れずにお願いします。エピソードの概要欄に今回紹介した作品の Amazon の URL を載せているので、よければそちらから買ってください。売上の一部が漫画760の活動資金になります。エンディングはね、お便りを1通紹介したいと思います。はい。ラジオネーム、スイカさん。スイカさん。お久しぶりです。スイカです。お久しぶりです。お久しぶりです。最近お二人の話を聞いて、さすが4年目にもなると感を感じます。マンネリ化してるってこと？いや、まあ貫禄が出てきたのか。貫禄の方か。ポジティブに受け止めていいんですね、これはじゃあ。はい。とても楽しいです。はい、さて、今回お便りしたのは、私は声優を当てるのがどうやら得意らしく、シャアの声はもちろんのこと、コナンや宮野真守さんの声や、アガサ博士の声さえも当てます。宮野真守さんだけ名指しなの？いや、それキャラクターちゃうやないか。耳がとても良いようです。いいことですね、それは。そこでお二人のやりとりをいつものように聞いていたら、と感じました。なんと、庭さんの声がスネ夫の声に聞こえたのです。新しい方かな？今のスネ夫ってことかな？今のスネ夫ってめちゃくちゃ高い声じゃなかった？庭さんめっちゃ高いで。いや、まあ高いねんけど、もっと高ない。おい、のび太みたいな、そんなんじゃないっけ？違うっけ？まあ近いってことだろうね、多分。そういうこと？庭さんが。そして、佐島さんはアクション仮面の声でした。アクション仮面？特に笑い声が。クレヨンしんちゃんの？そういうことちゃうかな。懐かしいな。そこからはドラえもん界のスネ夫とクレヨンしんちゃん界のヒーローが会話している場面を想像してしまいいつもとは変わった楽しみ方をできました。絶対金で呼んでるやん、その回。スネ夫が。まあまあそうなるわな。スターに来てもらったんだとか言ってさ。もうあんま盛り上がらなさそうやろ、スネ夫とそのなんかアクション仮面ではよ。そうやな。ちょっとあんまり仲いいイメージ作りにくいな。もうだってスネ夫みたいなタイプをよしとせんでしょ、アクション仮面は多分。なんか毎回説教みたいなポッドキャストになるんじゃないそれは。いや、辛いな。それはそれで辛いやろ、なんかスネ夫側が。お二人ともとてもいいお声です。これからも美ボイスでよろしくお願いしますと。ありがとうございます。ありがとうございます。これでもさっきも話出たけど、スネ夫の声って、まあ昔の方と今の方で声は高くなったよね、多分印象として。いやー、昔のやつと比べたこと、ドラえもんはよく比べるんですけど、どんなんやっけって思って比べに行くんですけど、申し訳ないけどスネ夫の声比べに行ったことないわ。直接。まあなかなかねない機会ではありますけど。そうか、スネ夫の声高なったんかな。でも印象で言うとそんな感じしますけどね。佐島さんはでももうアクション仮面の声はちょっとパッと思い出せへんかも。でもわーはははみたいなやつでしょ。せやわ今思い出せんと思ってたけど、そうやわ。なんかそれのイメージはすごい強い。なんやったっけ、嵐を呼ぶジャングルなんちゃらみたいな、なんかアクション仮面が割と主軸になるやつあるんですよ。あれがめっちゃスーパーヒーローもので面白いっていう話を超映画好きから聞いたことある。じゃあそれはまだ見てへんのやな。昔見たけど、ちっちゃい時に見たから、あんまりその映画の文脈は理解してなかったかも。そうか。アクション仮面とカンタムロボね。あったね。まあクレヨンしんちゃんの中の2大ヒーローちゃうかな。多分そうよね。あれ同じ作品なんですか？いや、別作品ちゃうかな。多分。そうなんか。違うかな。わからんけど。笑い声が似てるって。このさ、スネ夫の声やというのと、そのアクション仮面の声やっていう、そのスイカさんの印象みたいな、そう思って聞くっていうのは、そのちぐはぐ感ないんかな。どういうこと？ちぐはぐっていうの？いや、さっき言ってたけど、庭さんさ、その2人仲良くできるんかなみたいな不安あるじゃないですか、やや。
まあ共通の話題あんのかなとかさ。まあ噛み合わなさそうな2人やからさ。いや、わからん。もしかしたらスネ夫がバチバチアクション仮面オタクで、すげえ毎回濃い話を引き出してくれる可能性もあるんですけど、それは。いやでもなんかちょっとこうにじみ出るスタンスにアクション仮面はムッとしそうやけどそれでいうとゲットバッカーズの2人もやっぱちょっとこう食い違いとかあったりする中でどんどんこう絆ができていくみたいなのあるから最初敵やからね。そうなんや。最初っていうのはそのゲットバッカーズの話の最初っていう意味じゃなくて一巻っていう意味じゃなくて、そのもともとそれの一巻のさらに前の段階ではマジで命を懸けてこうお互いを倒そうとしたけど今はみたいな。なるほどね。感じの設定なんで。アクション仮面とスネ夫もそういう感じになってくれると嬉しいですね。いやーなんかちょっとちゃうわちょっとちゃうな。申し訳ないけどなんかその2人が熱なられてもなちょっとちゃうなスネ夫くん以外にもなんか声やってるわけですから。でもそうですよね。もちろんね。そっちと思えばなんか別の組み合わせを考えればキャラのいやでも同じ声優やけど、いやでも同じ声優さんやけどスネ夫の声なんでしょうね。そうか、庭さんはね。そうか。これどっちかっていうと庭さん側が変わった方がいいよね。そしたらアクション仮面側が変わるよりは別のキャラにする。なんかあるかな。何がある。オロチマルとか。オロチマルとアクション仮面スタンスちゃうやろそれよりちゃうんじゃないそれ。そうあなたアクション仮面っていうのねみたいなやつわーとか言うのそれもうぐちゃぐちゃやん。会話成り立ってへんからなんかオロチマルが言うことすべてにって言ってくれるいやでもオロチマルはさアクション仮面の敵とかやったら成り立ちそうではあるけどね。逆にね。そう改造人間を作ってるみたいなポジションやからさ。敵同士でやるってことポッドキャスト。そうそれ面白そうですね。確かにでもオロチマルの声維持するの大変やからちょっと無理かな。庭さん側がね。僕が耐えられへんわ。確かに僕も飽きそう途中で。皆さんもうってそのネタってなりそう。いやそもそもあなたしかないのにさよく言うよな。だって分かれへんねんもんアクションからそんな日頃からさ日頃から声バネの練習してるわけじゃないんやから皆さんみたいな。こっち側の方がボキャブラリーあるから。そうやね。いいよじゃあ僕だけでいくよそれもうおもろないやろ。体調崩した時めっちゃ便利そうやな。でも体調崩した時僕が体調崩して収録参加できひんくてもの声だけあれば成り立つっていつもボタン入れとくわ僕の収録のやつに。いいやん。おもろいんかそれ。じゃあこれからも美ボイスで。B かどうか分かんないですけどね。佐島さんはね結構こう低くていい声って言われること多いけど、僕はいい声って言われることは少ないかな。なんか特徴のある声やねとは言われるけど。妬んでんの？いや妬んではないけど妬んではないけど特徴のある。もっと妬んでくれていいんやで。いやかましいわもういい。はい終わりです。そんな感じでじゃあ、スイカさんありがとうございました。お便りありがとうございました。ではまた来週お会いしましょう。バイバイ。バイバイ。